はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが、この人話が長いな、そう思われてないか気になったことありませんか？実は話が長い人には共通してやってること3つあります。では結論からいきます。はい、まず1つ目です。同じ話を何回もしてしまう。そして2つ目です。要点がないことです。はい、そして3つ目です。話に抑揚がないことです。皆さんにまたお会いできるように、今のうちにチャンネル登録と、そしていいねボタンよろしくお願いします。はい、ではまず1つ目の、同じ話を何度もしてしまう人。よくいますよね。その話、前にも聞いたけど、もう一回聞かされるのねって思いながら聞きますよね。でもまさか、その話前にも聞いたでって言えないですよね。でも同じ話したい気持ちわからなくもないです。だって面白かった話とか、その時の雰囲気をもう一回思い出して余韻に浸りたいですもんね。はい、ではここでルールを決めましょう。私もあなたもみんなで同じ話を2回まで制限を決めましょうね。はい、では2つ目の要点がないことです。話が長い人の特徴は、結局この人何が言いたいのかわからない。これにつきます。雑談タイムだったら要点がなくても大丈夫なんですよ。でも人の時間を束縛しておきながら要点のない話されたら、こっちはもうたまったもんじゃないですよね。結局何が言いたいのってなります。じゃあ雑談だと受け入れて聞いてあげたらええやんって、いや、雑談っていうのは要点がなくても2人でみんなでキャッチボールを投げ合って遊ぶんですよ。でも話が長い人っていうのは要点がないゆえ、もう一方的に長話するのが話が長い人の特徴です。はい、では3つ目です。抑揚がないことです。抑揚っていうのは声のトーンの強弱だったり速さのことです。抑揚がないっていうのは、要するに棒読みみたいに話してしまうことです。私最近大阪から東京に引っ越ししてきたんですけど、いいところもあればまだ慣れないところもあります。特に感じたのがこの抑揚の違いです。例えば同じ内容でも抑揚があるだけですごい分かりやすくなるんですよね。抑揚がなかったら、いくらちゃんとした要点があって、そして話がそんなに長くなくても、結局何が言いたいのか分かんないまま終わってしまったりしますもう一生懸命に考えて話を聞いてるせいか、知らん間に相手の話が終わってしまってるわけで、そこで思うわけなんですよ。もうちょっと抑揚があればなーって思ってます。テレビ番組に出てる人って半分以上が関西の人じゃないですか。あれは関西の人は話に抑揚があって分かりやすいからなんじゃないかなと私は思いました。違ったらごめんなさい。はい、では今日のお話をまとめます。この人話が長いわって思われてしまう人、だいたい以下の3つをやってます。まず1つ目です。同じ話を何回もしてしまう。そして2つ目です。要点がないことです。そして3つ目です。話に抑揚がないことです。3つ目はちょっとハードル高かったですね。皆さん、この中でここ気をつけようと思ったところありましたか？あったらぜひコメントで教えてください。結局話が長い人っていうのは話してる時間が長いんじゃなくて、伝わってない時間が長いんですよね。今日の3つ、どれか1つだけでもいいので明日から意識してみてください。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。